Doce Bahia. Vejo dominó na esquina e banguelo sorrindo de alegria. Doce Bahia. 浜坂の住宅地を歩く。神戸市の山手の住宅地では六甲山麓が知られていますが、今回は神戸市内で最も山と海が近接した場所にある垂水区塩谷の住宅地を歩きます。浜坂の住宅地を歩く、今回はですね、神戸市の塩谷というところに来ております。右に見えるのは瀬戸内海。ここは塩谷2丁目という住宅地です。急な斜面の上に住宅地が広がっています。この線路は山陽電鉄の線路です。で、左側に国道2号線が走っていて、その先が JR の山陽本線。その外はすぐ海です。もともとはここは海岸線なんですね。この斜面が海岸線に、切り立っているようなところ、そこを開発した住宅地。地図を見ると、戦後開発したところのようですね。この住宅地に入るには、国道2号線からですね、踏切を渡っていかないと入れません。それ以外のアプローチする道はありません。当住宅地の道路及び水道は施設で、境が丘水工会が管理していますということで、全部市道ですということなんですね。確かにこの地図を見ると、この踏切から入ったところしか来るのがいけなくて、あと全部階段でしか入れませんね。ということで、非常にこれ面白い住宅地なんですけど、入っちゃうとね、通報されちゃうんで、入りません。外から眺めることにしましょうか。残念ですけどね。こんな風に、階段がわーっと伸びてます。開発はね、地図を見ると戦後の開発のようなんですよ。戦前は、山林だったみたいですけどね。ほんとね、行きたいんだよな、俺な。残念ですよね。ダメって書いてあったらやばいですよね。で、例えば、この住宅地の入り口なんですけど、見える踏切をね、渡って入っていくんです。これ。こうなって、そこまで行ったらいいかな。うわ、なった。すぐなるな。カメラがあるからやばいね。こんな具合にですね、踏切を渡って、その急階段を登っていく。そういうことなんですが、階段の入り口のところには進入禁止入っちゃいけません。看板とカメラが設置されてますね。でも行きたいね、これ。めっちゃ行きたいっす。そう。ここも、踏切を渡って入っていく、階段があったり、で、この高い擁壁があって、そちらの家なんかはね、この踏切を渡って入っていく。車では行けないんでしょうね。こんなことにしといて、Google マップの、航空写真で紹介しておきます。
で、この踏切を渡って入ってきます。ここは大丈夫。ここは入っても大丈夫ですよ。で、こう入りますとね、すぐに、左側に洋館が見えてきます。旧グッケンハイム邸です。ちょっとね、今日は入れませんね。貸し切り使用中で関係者以外立ち入り禁止。その門のとこまで入らせてもらいましょうか。ということか。コロニアル様式の洋館で、文献によりますと、明治41年頃の竣工となっていました。この時代に流行った豆砂利コンクリート洗い出し、いろんな色の石が入ってます。これね、一般公開してないんですね。無料の見学会が月に一度、毎月第3木曜日の12時から11時。予約は不要ですというふうに書いてあります。しょうがない。その向こうにも天坂の住宅地見えますね。右にも洋館なんじゃないかな。ここもそうだね。後藤家住宅。ここは大正中期。公開してませんから。たまに見学会とかやってるんでしょうけどね。東京で言えば葉山とか大磯とかそういう場所なんでしょうね。いいですね、この道。いいですね。ここにもある。ここにもあります。大江家住宅、大正中期ですね。神戸市指定の景観形成重要建築物になっています。門中もおしゃれですね。分かれてる。じゃあ行こうか。何ですかこれは。西向地蔵村。行ってみましょう。よいしょ。これがそうか。地蔵さん。ひな壇上に宅地が作られてるんですね。これね。階段は右側が古いのかな。ていうかこれそれぞれの家のアプローチだから、厳密には指導なのかもしれませんけどね。どうでしょうかね。これで終わりか。これで終わりだ。長谷ハイツで終わり。ひな壇上の住宅地。こういう感じですね。向こうの斜面にも広がってるわ。赤潮大橋が見えるぞ。西向地蔵村のところに戻ってきました。抜けられませんでしたね。ここから横道行きます。塩谷町の3丁目。広がった。広がりましたね。
車入れますね。神戸ならではのこの石垣、大きな石を積んで、一番上に小さい石を積むと。これですね。行き止まりだ。視界が開けましたね。下に道があるけど行けないと。ツタがいいじゃないですか。ツタが引っ絡まるってやつですよね。ここは結構ひびが入ってるから補強されてるわ。ここはね、神戸の、大震災の時の震源地に非常に近いところですからね。いい感じ。すごいすごい。小刻みに宅地化されてますね。はい、今、山陽塩谷駅にやってきました。ここにね、ごちゃごちゃっとしたね、商店街があるんですよ。塩谷商店街。バーか。結構あるな。で、こっちにもいる。ちょっと待って。まだ店は開いてないですね。カフェだ。カフェじゃないか。お店だ。やっぱりこういう古い建具が入ってると雰囲気出ますね。お寿司屋さん。これが商店街だ。お店の前にはテントが出ているということですか。ここが商店街の入り口。今度はね、塩谷谷川を渡って、町の西の方に、西地区を歩いていますね。お寺のところをぐるっと歩いて、左側の緑のところ、ジェームス山という外国人住宅街、ここを歩きます。そして、最後、ジェームス邸のところで終わりたいと思います。ちょっとご覧ください。右手がね、海です。谷底の方からお寺の参道、この坂道登ってきます。左手もに洋館がある。
洋館がある。いい場所には大きな敷地がありますね。わあ。おお、車道がある。よいしょ。行けそうだけど、あそこの先行って戻ってくるなんて言うと嫌だね。整然とした宅地、ひな壇上の宅地ですね。どうかな。向こうから降りてきゃいいか、最悪。行ってみよう。よいしょ。続いてるぜ。そんな古くないな。車道が来てる。豪邸だよ。個人宅？個人宅だ。なんかおしゃれな、同じようなデザインの住宅が並んでるけど、ここは、こういう建売りというか、ここはこういう洋館風の住宅地として開発したんでしょうね。すごいすごい。よいしょ。おいおいおい。また山のてっぺんに閑静な住宅地だけど注意看板あり。はい、ここから先は私有地につき関係者以外の取り引きはできまへん。ジェームス山外国人住宅だって。セキュリティ厳しいね。そういうことしょうがない。こっちから行こう。ここもダメだ。しょうがないですね。セキュリティ厳しいです。でも今日天気悪いからあれですけど、坂の先には海が見えるぞ。芦屋みたいだな。芦屋はすぐそばに海は見えなかったけど、ここはね、海に近いから。いや、豪邸が並んでますよ。とこで生まれてたらどういう人生になってたんだろうな。何言ってんだって感じですけどね。いやー、素晴らしいね。どっち行こうかな。これは、右行くと車道なんでしょうね。そこにね、階段があるから、階段降りていきましょうかね。いきなり宅地がちっちゃくなってきた。この向こうにでかい屋敷があることは想像できるでしょう。登りきりました。ま
だまだ住宅地は上に伸びています。このツタは大きな敷地がこの方にあるということか。そこで行き止まりだ。あそこまで行けば登り切ったことになります。豪邸だ。はい、登り切りました。この道の先にとんがりコーンのオレンジ屋根が見えますけれども、あれがジェームス邸だと思います。この辺の家はですね、オレンジ色の瓦になってますね。やはりジェームス邸がイメージリーダーになってるんですよね。見事にオレンジだね。でけえ敷地だな、おい。すごい。街のシンボルですね。ああ、ジェームス邸の裏門だ。海岸はすぐそば。天坂の住宅地を歩く神戸塩屋編、いかがだったでしょうか。いやーね、冒頭の立ち入り禁止区域の、住宅地行きたかったな。皆さん行っちゃダメですよ、あそこは怒られちゃいますからね。はい、それではまた次回どこかの天坂の住宅地でお会いしましょう。さようなら。